じゃあ1時間煮たのはこちらです。じゃあ麺を入れていきます。どうも料理さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、まだ一滴も飲んでないんですけども、一滴も飲んでないということは、至高シリーズですね、皆さん。今回はですね、待望のレシピでございます。至高の醤油ラーメン。至高シリーズにラーメンが出ました。前も担々麺とかやってるんですけども、本当に純粋な醤油ラーメンっていうのは初めてですね。で、今回ね、やっていくのは、市販のスープの素使わないレシピです。チャーシュー作るんですが、チャーシューの煮汁で作るかなり本格的なラーメンですので、今回はこれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料紹介いきます。まず醤油ラーメンなんで、ラーメン生麺なんでもいいんで、僕が、いつも使ってるのはこれです。お好みですね。今回のスープの要になる豚バラです。ブロックでこれを煮出して煮汁で、スープを作っていきます。こいつがね、だいたいね 500g、 油の量がね、だいたい赤身が7、脂身が3ぐらいのがいいですね。これ64ぐらいですけども、赤身が7ぐらいの方が本当はいいですね。で鰹節、大のスープですね。今回は肉とカツオのダブル出しでいきますんで、青ネギの青いとこね、これチャーシューの臭みを消すために入れます。生姜ニンニクも臭み消し、あとスープに香りをつけるためですね。で長ネギ、これはスープ自体に入れるものです。ニンニク、こっちはおろしで使います。はい、細かく言いましたけど材料自体はシンプルなので、今回はこれを使ってやっていきます。じゃあですね、今回は至高の醤油ラーメンなんですけども、至高の醤油ラーメンを作る上で何が必要か。ラーメンっていうのは豪快にすすっていただく、料理ですので、すする楽しみ理解しないといけないと思います。そこで私は考えたすすることを理解する方法はこちらでございます。2合ご飯できたよ。はい、ということで、ラーメンのすする気持ちを理解するためにすっていきます。乾杯。乾杯。最高です。すすりましょう。これからということで、すする TV 始まります。まずね、ニンニクですね。ニンニクは一つは、丸裸にしてください。あられもない姿にします。でこいつはおろして使いますんで、これね、チャーシューの漬け汁に使うんですね、これね。そしたら、今度は長ネギ。最近このやり方が一番僕やってるんで、こうやってね、蛇腹に切ってから切るとみじん切りになるっていう寸法ですね。これね、長ネギはスープの浮き身になるので、これね、1人分なんですよ。なんで同時に2人前とか3人前作りたい方は2倍3倍にしてくださいね、これね。あとでスープに入れ込みます。鰹節、こいつはレンチンします。600ワット40秒ぐらい。この鰹節も、スープの素になりますので、2人前やりたい方は倍。生姜は薄切りで、ニンニクは潰す。豚を茹でるためのニンニク。これね、スープにもね、ちょっとね、ニンニクの煮込んだ香りがね、あるとすごく高級感が増しますんで、これ生姜とニンニクは入れてください。チャーシューを煮て作るスープの大元で、こっちが返して使う方ですね。はい、ちょっとあまりにも邪道な作り方するんで、これからチャーシューを作るとともに大元の豚スープを作っていくんで、チェンジ。じゃあね、鰹節さっき出来上がりましたんで粉にしておきます。でカツオの粉をスープになじませるような感じですね。これ返しです。粉作りました。カツオ粉池盛りシステムでございます。はい、最後にラーメンスープを作るんですけども、ラーメンスープを作る時にこれを入れると深みが出ます。だしですね、これね。豚スープとか鶏ガラスープとかに魚介だし合わせますよね。それです、これは。じゃあね、こっちにね、お水入れていきます。 1100ml ですねと入れます。でここに豚バラを入れます。こんな感じで、ここに生姜、潰したニンニク入れます。で青ネギ、これでね、豚の臭さが全部なくなりますんで。でお塩は入れない。このまま沸かします。沸かして沸騰したら弱火で1時間煮ていきます。そうするとこの豚自体の旨味がこのスープに溶け込んで、これ自体がすごく美味しい豚のスープになります。これはね、基本ラーメン屋さんじゃやらないです。なぜかというとコストがかかりすぎるから。これをやるんだと全部チャーシュー麺になっちゃうんで、ラーメン屋さんとかだと骨からやります。ただ豚の骨とか鶏ガラスープとかやると相当時間かかりますんで、このお肉から取るやり方だと1時間で豚のうまいスープを取ることができます。なのでおうちラーメンではこれが一番簡単でやりやすいですね。
はい、しかも良質なスープが取れます。お肉ですから、骨じゃなくて。じゃあこれ一回沸騰させます。じゃあ沸騰してきましたので、このまま蓋をして、これで弱火でだいたい1時間、はい、豚が柔らかくまで煮ていきます。じゃあ1時間煮たのはこちらです。はい、どうでしょうか。もうね、チャーシューはねかなり柔らかくなってます。そしてここにもう豚のね旨味が全部このスープにいってるんですね。そうしましたらですね、このチャーシューにしたいんで、これちょっとつけ汁プラス返し、つけ汁と返し同じなんで、返しを作っていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあ返しね、まずねお醤油がまあ 100cc ですね。これ返しなんで結構醤油を使います。そしてお酒が 30cc。 はい、お酒で深みを加えます。そしてみりん、甘みですね、甘みとコク。はい、りんにで、ここにうまみ調味料、基本的に返しはうまみ調味料入ってるんで、12345振りです。でおろしニンニクをやったんで、これ半かけ分で、これね1回沸かします。ふわっと沸かしたらこいつでチャーシューをシューしていく。1回ね軽く一煮立ちさせるんですね。一煮立ちさせるとアルコールが飛びますから。アルコールが飛んでニンニクのねこの辛みとか臭さとかもね熱でちょっと飛んでいくんですよね。なんで極上のチャーシューになります。はい、いいですね、沸いてきましたね。これで、はい、この感じです。これでアルコールが飛ぶんですよ。これではい、飛びました。ひと煮立ちです。はい、そうしましたらですね、ちょっと今ね耐熱ちょっと温度に強いね袋にこのチャーシュー入れました。ここにね水張っとくんです。でこれね水張っとくんですね。でここにスープを入れていく。煮汁ね、煮汁もねちょっと粗熱取った方がいいかもしれないです。ちゃんとこの袋が耐熱100度耐えるのを確認してから入れてくださいね。で、入れたら袋まだ開いてますよね。でこれねちょっとね沈める。炊き込みご飯が炊き上がった。でも今はラーメン界なんで、水に沈めるとほら見てください、こんな感じでチャーシューが全部このタレに浸かるんですよ。そしたらこれを縛る。もしこういうのがないからジップロックとかねそういうものでもいいので、これでね全体が浸かってるんですよ。じゃあ今ねなんで、こういう風にしたのかっていうと、まずですねこの袋にこの調味液が充満するじゃないですか。充満すると均等に、このチャーシューに味がつきます。でチャーシューって一緒に煮込むやり方もあるんですけども、僕のおすすめはこれ。なんでかっていうと、まずお湯で煮たじゃないですか。塩分が加えられてないので、塩分ってお肉を凝固させる力がありますんで、まずは水で煮てからこのチャーシューの漬け汁につける。これがね一番このチャーシューが柔らかくほろっといくやり方なんですね。でこれをつけておくことによって十分この漬け汁の味がこのチャーシューに入っていきますんで、これはね絶品のチャーシューになります。はい、もうほぼ至高のチャーシューでございます。このチャーシューをこのままちょっと冷やしておいて、このねタレと一緒にラーメンに使っていきますんで、これはこのまま、冷蔵庫に入れましょう。はい、ということです。チャーシューがすがすぎましたんで、ちょっと切っていきたいと思います。これねここ切って煮汁をねまずねボウルに出しちゃう。この煮汁これ返しになってますからね。でお肉取り出します。ドーンとね。さあ美味しそうなチャーシューが出てまいりました。今日はねもうちょっとたっぷり使いたいのでこう割っていただいてスライスしちゃいます。このままほらめっちゃうまそうでしょ。これ見てください、美味しそうなチャーシューですね。これどうでしょうか。最高に美味しそうなチャーシューが切れましたね。今日はチャーシュー麺3つぐらいね、3切れぐらいでもいいんですけど、今回はちょっと贅沢に使っちゃおうか。でこれはね乗っける前にレンチンするといいです。ちょっとねあったかいと油が溶けて美味しいので、でもこのままでもいいか、そんなに冷えてねえし。はい、そしたらですねスープ作っていきます。はい、じゃあですねここの小鍋に今回はね1人前作ります。スープね 300cc 測ってください。多分ねこの分量だと3人前取れると思うんで、3人前一気に作っていただいてもいいんですけども、今回は分かりやすいのは1人分、だからこのラーメンの分量3人前できるんで、3人前作りたい人は、全部3倍量で、鍋温めてくださいね。これね。でここにラーメンのスープ煮汁ですね、豚の煮汁 300cc でラード。これね醤油ラーメンラードめっちゃ大事なの。ここもね豚バラのラード浮いてるんですけどちょっと足んないんで
だいたいねラードね5、6センチこれぐらいですね入れてください。んでチャーシューのねつけ汁煮汁ですね。これね大さじ3杯。はい、1、2、3ですね。これねつけ汁は豚の旨味も入ってますし、ニンニクの香りもあるんで、ここに入れてください。すごいいい味出します。醤油が足んないんで、ここに醤油少し入れます。加熱しない醤油ってすごく香りがあるので、これねさっと加熱したところのこの醤油がいい味出しますんで、ここでお塩学ぶがね3分の1、小さじ3分の1、これぐらい。これで塩味つけていきます。ラーメンって、塩味が効いてないと美味しくないので、お砂糖ちょっと待って、この料理さ俺のレシピの中でも一番難しくねえか。かなり本気で作ってる。まあでもラーメン俺昔めっちゃ食べ歩いたから、まあそうなっちゃうんだよな。で鰹節の粉、みんなが忘れてた鰹節の粉をここに入れます。これで鰹の香りがついてきます。長ネギ、さっき切っときましたね。長ネギです。これもね3倍量にするんだったらみんな3倍切ってといてくださいね。これね味の素 1,2,3,4,5、 はい、これはね昆布だしの代わり、これ入れないと美味しくありません。で、ここに黒胡椒、削りたてのやつでもいいんだけど、このちょっとパウダー状のやつ3、4振り、これ沸かします。沸かしたらこれスープ完成なんで、これはうまいぞ。これはねもうね煮込む必要ないですからね。沸いたら完成ですからね。これねこの醤油ラーメンのスープはね誰にも負ける気しないです。下手なラーメン屋さんで全然美味しい。本当に若い時にもう何百軒も行きましたけど、ラーメンこの醤油ラーメンが最高です。でお店ではできないです。豚の塊肉から出し取ってるんで、まあできるところあると思うけど高いと思う。でもだからこそラーメン屋さんはすごいんですよね。値段であれだけクオリティの高いものを出してるんで、そこはね勝てません。でも美味しさだけで言ったら家庭でもめちゃくちゃうまいもの出せます。じゃあ沸いてきましたね。そしたら今度ラーメンを茹でていきます。すげえ酔っ払ってんだけど、ちょっとラーメン作る時真剣になってきたな。魂を込めた一杯なんで皆さんお付き合いお願いします。まあ沸いてきましたね。沸いてきたらラーメンね手打ちとかが本当はすごいいいんですけども、ちょっとそこまではご家庭ではできないと思うんで、こいつを入れて茹でていきます。でこれは数分で茹で上がりますんで、もうねこれラーメンのスープ入れてください。ここにこれラードが入ってるんで冷めにくいんです。このラーメンスープ、ラーメン屋さんのラーメンもラード入ってます。本当はねカメリアラードっていう最高級のラードを使ってるところが多いんですけども、でもね十分これで美味しい。突き詰めていくとラーメンというのはね果てしないからね。これねでも家庭でできるラーメン最高峰です。これね絶対作った方がいいです。ラーメン好きな方。じゃあこれねあと2分ぐらいで茹で上がると思うので2分茹でていきますね。僕はちょっと麺方が好きなんで2分半とは言いつつも2分でOK だと思います。はい、そしたらこいつを湯切りチャッチャしていきます。よくチャッチャしてください。はい OK。 じゃあ麺を入れていきます。ここにチャーシューで、ここに入ってるのは香りと甘みのネギなんで、ここに食感のネギ、小ネギですね。やっと完成した。僕が人生をかけた、最高の醤油ラーメン、完成でございます。それじゃあいただきたいと思います。ラーメンはビールでしょう。乾杯。これを待ってた。もう4本目の後だよこれ。これですよ。これ極チャーシュー。ほらこれラードが浮いたスープ。じゃあいただきたいと思います。いただきます。チャーシューいいっすか。どこの店よりうまいマジ。豚のバラの脂のオイラードをしてるんでコクが半端ないですね。醤油ラーメンなのにすっきりとした旨味もあるんですけども、やっぱりね奥行きのある味になります。豚だしが効いてんなこれ。おいでこのチャーシューの味しみとさ柔らかさだよね。最高。このクオリティのラーメンを出すとこってそんなないよ。やべえ俺 YouTuber で炎上して仕事なくなったらラーメンやるということで、達也と高尾。じゃあ今日は俺の仲間の達也と高尾ですはい10年ぐらい3人で遊んでるんで、今日はちょっと出します。ちょっと食べて伸びちゃうから。伸びちゃうから食べて。麺は市販のだから
麺こだわれば全然見せてくださいます、俺の至高レシピなんで一番手間かけたのかな。すげえな。はいじゃあ乾杯。乾杯。乾杯。いただきます。めちゃめちゃください。おお、これは確かに店だね。店だろ。店だね。完全に店だね。うわ、店の味だ。でもうん、 2時間でできるから2時間だからマジでうまい。チャーシューいただいていいですか？チャーシュー食ってくださいよ。1時間煮でこれになります。柔らかい。味も染みてるだろ。味染みてるね。 1時間でこんな染みんの1時間でこれ1時間煮て1時間つけて、まあ合計2時間もかかってる。俺途中から来たからさ、チャーシューはもう前日仕込みかと思ってた。いや当日です。休日絶対作った方がいいこれ。これはやばいね。 YouTube 見よ視聴者目線スープが最高でしょ。これ以上できない。俺がラーメンものすごい食べ歩いてきたけど、醤油ラーメンはもうこれ決定版。俺のう。ラードとか使ってるから油っこいのかなと思ったけど、あっさりしてる。まあ出汁的にはスキッとしてるからね。万人受けするね。でもね、味の深みがねたまんねえと思う。これはみんな大好きだと思う。俺のラーメンの決定版です。これに行き着くまでに4本やってんですよマジで。いやこれはまだ魂こもってます。魂ごまず本当に炎上したらこのラーメン屋出すんで、皆さん僕が炎上したらラーメン屋ちょっと調べてきてください。本当によろしくお願いします。いける。俺行くわ。龍事件お願いします。メニューは至高のラーメン、至高のチャーハン、至高のチャーシュー、至高の味玉。全部あるじゃん。いや至高の餃子もあるし。でも至高の餃子はちょっと仕込み大変なんでやめよう。外注しよう。外注しよう。工場を抑える。工場頑張ろう。工場に外注しよう。ということでこのラーメン最高に美味しいんでぜひ試してみてください。